皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルです。今回は、リハビリテーション医療大学生のためのプログラミング応用第2回として、画像解析ツールの作り方について解説していきます。本日の講座を最後までご覧いただくと、スクラッチに臨床写真などの画像を取り込んで表示する方法や、画像上の2点間の距離、そして3点から関節角度をマウス操作で計測、算出するプログラムを作成できるようになります。プログラミングを用いて動作を定量的に評価する手法を体験し、目視による定性的な評価を数値データで客観的に裏付けるための自作ツール開発スキルを習得することをゴールとします。ここで前回の内容を少し思い出してみましょう。前回は複数回の測定データを個別に記録するためのリストや複雑な処理を部品化してプログラムを整理する関数マイブロックについて学びました。そして応用として反応時間測定プログラムを改良し、平均値だけでなく標準偏差なども含めた多角的な分析を行いましたね。では、なぜ画像から運動を解析する必要があるのでしょうか。それには臨床評価における大きなメリットがあります。まず、臨床下の目視という定性的な評価に加えて、数値データという客観的な指標を得られる、客観的評価が可能になります。また、治療前後の関節可動域やリーチ距離の変化を写真から正確に記録・比較できるため、経過追跡が容易になります。さらに改善度を数値やグラフィックで示すことで、患者さんの理解とモチベーション向上につなげる、患者への説明にも役立ちますし、将来的には患者さんがご自宅で撮影した写真から専門家が遠隔で運動を評価する、遠隔リハビリのようなツールにも応用できます。今回作成する画像解析プログラムは、大きく4つのステップで構成されます。ステップ1は、撮影です。長さが分かっている基準物、例えば定規などと一緒に患者さんの姿を撮影します。ステップ2は、取り込みで、撮影した画像をスクラッチの背景として取り込みます。ステップ3は、構成、いわゆるキャリブレーションです。画像に写っている基準物の長さをマウスでクリックし、1ピクセルが何 cm に相当するのか、という縮尺、つまりスケールをコンピューターに計算させます。そして最後のステップ4が、計測です。計測したい2点をクリックして距離を、または3点をクリックして角度を算出し、結果を表示させます。スクラッチの画面、ステージ上には、これから作成するいくつかの部品が表示されます。計算結果を表示するための変数、測定距離と角度。そして操作のきっかけとなる、猫のスプライトと、距離ボタン角度ボタン。最後に、解析対象となる画像を、背景として表示します。プログラム全体の流れを制御する、ステージのコードはこのようになります。緑の旗が押されたら、初期化、説明、構成、ボタン表示という順番で、各スプライトにメッセージを送って処理を進めていきます。初期化のメッセージを受け取ったスプライトは、表示する位置などを設定します。説明1のメッセージを受け取ると、ユーザーに操作方法を案内します。ここでは、解析したい画像を背景に取り込むように促すセリフを表示させます。画像の取り込み方は簡単です。まず、ステージパネルの右下にある、背景を選ぶアイコンにカーソルを合わせます。すると一番上に、背景をアップロードという選択肢が表示されるので、それをクリックします。ご自身のパソコンから解析したい画像ファイルを選ぶと、ステージ全体にその写真が表示されます。このツールで最も重要なのが、構成、つまりキャリブレーションです。これは、画像のピクセルという単位と、現実世界の長さをつなぐための作業です。コンピューターは、画像上の長さを、ピクセルという点の数でしか認識できません。そこで、画像内に30cmの定規など、実際の長さが分かっているものを一緒に写し込みます。そして、この基準物が画像上で何ピクセル分の長さになっているかを測ることで、1ピクセルあたりの長さを計算できます。これが縮尺、スケールです。計算式は、基準物の実際の長さを、基準物のピクセル上の長さで割ることで求められます。次に、2点間の距離を求める方法についてです。マウスでクリックした場所の座標は、調べるカテゴリーにある、
マウスの X 座標と Y 座標のブロックで取得できます。2つの点の座標が分かれば、ピクセル単位での距離は、数学で学んだ三平方の定理で計算することができます。式で表すと、ピクセル距離は、X 座標の差の2乗と Y 座標の差の2乗の和の平方根となります。それでは、実際に構成プログラムを作ってみましょう。まず、スケールや基準の長さなどを保存するための変数を用意します。プログラムの流れとしては、最初にユーザーに基準物の実際の長さを入力してもらい、次に画像上の基準物の両端を2回クリックしてもらいます。それぞれのクリックで座標を取得し、三平方の定理でピクセル距離を計算します。最後に、入力された実際の長さをこのピクセル距離で割ることで、スケールを算出します。こちらが構成プログラムの具体的なコードです。まず、基準の長さは何 cm ですかと聞いて、ユーザーの答えを変数に保存します。次に、基準物の1点目をクリックしてくださいと伝え、マウスが押されたまで待つブロックでクリックを待ち受けます。クリックされた瞬間のマウスの X 座標と Y 座標を、それぞれ x1、y1 という変数に保存します。2点目も同様に、クリックを待って座標を x2、y2 に保存します。座標が2つ取得できたら、三平方の定理を使ってピクセル距離を計算し、最後にユーザーが入力した実際の長さをこのピクセル距離で割って、スケールを算出するという流れを、ブロックで組み立てていきます。構成が完了すると、距離ボタンが表示されます。このボタンのスプライトがクリックされたら、距離測定開始というメッセージを他のスプライトに送り、測定の処理をスタートさせます。角度ボタンも同様です。このボタンがクリックされたら、角度測定開始というメッセージを送り、角度を測定するプログラムを起動します。次に、実際の距離を測定するプログラムを作ります。これは構成が終わった後に行う処理です。流れは、まずユーザーに測定した1点目をクリックしてもらい、その座標を保存します。同様に2点目もクリックしてもらい、座標を保存します。そして三平方の定理で2点間のピクセル距離を計算し、最後にそのピクセル距離に先ほど計算したスケールを掛け合わせることで、実際の距離 cm を算出します。計算結果はキャラクターに言わせて表示させましょう。こちらが距離測定開始のメッセージを受け取った時のコードです。まず、測定したい1点目をクリックしてくださいと表示し、ユーザーがクリックするのを待ちます。クリックされると、その場所の X 座標と Y 座標を変数に保存します。次に同じように2点目をクリックしてくださいと促し、2点目の座標も別の変数に保存します。2つの点の座標が揃ったら、三平方の定理を用いて2点間のピクセル距離を計算します。そして最後に、そのピクセル距離に、構成のステップで計算したスケールを掛け合わせることで、実際の距離 cm を算出します。この最終的な計算結果が画面に表示されるという一連の流れが組まれています。続いて、角度の測定です。角度は3つの点をクリックすることで求めます。まず角度の中心となる頂点、そしてそこから伸びる2つの辺を定義する2つの点、合計3つの点が必要です。例えば、肩関節のが移転角度を測る場合、頂点は肩の中心である肩方辺の一つは肩方を通る床への垂直線上の点、もう一つの辺は上腕骨のライン上の点、というように設定します。角度の計算には少し専門的になりますが、アークタンジェント、アタンという三角関数を利用します。これは直角三角形の底辺と高さの関係から角度を求めることができる関数です。スクラッチでは、演算カテゴリーにこのアタンブロックが用意されていますので、難しい計算式を覚える必要はありません。スクラッチで2つの直線のなす角度を計算するロジックを説明します。まず、頂点と辺1の点の座標から、1本目の直線が水平線となす角度をアークタンジェントで求めます。同様に、頂点と辺2の点の座標からも、2本目の直線が水平線となす角度を求めます。そして、この2つの角度の差の絶対値が求めたい関節角度になります。それでは角度測定プログラムを作成していきましょう。まず、ユーザーに
角度の頂点、1つ目の辺の点、2つ目の辺の点の3点を順番にクリックしてもらい、それぞれの座標を変数に保存します。この一連の処理は、後で使いやすいように、角度を測定するという名前のマイブロックにまとめておくと便利です。3点の座標が取得できたら、いよいよ角度を計算して表示します。先ほど作成したマイブロック、角度の計算を使って角度を算出し、そのままだと小数点以下の桁数が多くなりすぎるので、小数点第1位で四捨五入して見やすくします。最後に、計算結果をキャラクターに言わせて表示すれば完成です。こちらが、マイブロック、角度の計算の内部のコードです。スライド20で説明した計算式を、スクラッチの演算ブロックを組み合わせて実現しています。ここで一つ注意点があります。辺が縦の線になる場合、x 座標の差が0になり、割り算がエラーになってしまいます。そのため、もし x 座標の差が0なら、という条件分岐を使って、その場合は角度を90度またはマイナス90度とする特別な処理を入れる必要があります。それでは、プログラム実行してみましょう。測定する画像を背景に取り込んでください。画像を取り込んだら、スペースキーを押してください。基準物の長さはセンチメートルで入れて、基準物の1点目をクリックしてください。基準物の2点目をクリックしてください。キャリブレーションが完了しました。距離を測定します。測定したい1点目をクリックしてください。測定したい2点目をクリックしてください。距離は 67.5 センチメートルです。角度を測定します。角度の頂点をクリックしてください。1点目をクリックしてください。2点目をクリックしてください。角度は 86.9 度です。ただし、このツールを使う上での注意点と限界も理解しておく必要があります。まず、写真は2次元の平面情報なので、回線のような3次元的な動きは正確に測定できないという2次元の限界があります。また、カメラは測定したい動きの面に対して真横や真正面から撮影する必要があり、斜めからの撮影は大きな誤差を生むという撮影角度の重要性も挙げられます。さらに、解剖学的な骨指標、ランドマークをいかに正確にクリックするかが測定精度に直結します。結論として、このツールは臨床研究レベルの厳密な精度はありませんが、簡易的な評価や患者さんへの説明ツールとしては非常に有用であると言えるでしょう。今回作成したツールは、アイデア次第でさらに発展させることが可能です。例えば、測定した距離や角度のデータをリストに保存して統計処理を行ったり、測定した点や線をペンの機能で画像上に描画したりすることもできます。また、動画を取り込んでコマ送りしながら各フレームで角度を連続測定したり、特定の角度になったら音が鳴るようなリアルタイムのフィードバックツールを作成したりすることも考えられます。本日の内容をまとめます。今回は、スクラッチに画像を取り込み、構成を行うことで、現実世界の長さをピクセル単位で扱えるようにしました。そして、マウス操作で指定した点の座標を取得し、三平方の定理や三角関数を応用して、距離や角度を計算するツールを作成しました。これにより、プログラミングを用いることで、臨床における動作分析を、定量的かつ客観的に行う手法の一端を学ぶことができました。皆さん、長時間の学習お疲れ様でした。これまでに学んだ知識を組み合わせれば、さらに多様なリハビリ用ツールを作成できます。ぜひ、ご自身の専門分野の課題を、プログラミングで解決できないか考えてみてください。皆さんのアイデアが、
未来の医療を豊かにすることを期待しています。